そこまで結構あるよ。止まるの怖いって。行って早く。白子さん、お仕事の時間がやってまいりました。ありがとうございます。今日なんですけど、はい、そのオープニング、実際にね、もともと撮ってて、オープニング、エンディング等撮ってたんですけど、急遽ですね、ちょっと中身のあれこれで、中身のあれこれって言ったらその場所で起きたことによって、ちょっと今回ね、2部編成になったんですよ。前編後編みたいな感じで。なんで、ちょっとオープニングとかがちょっと全然わけわからない感じになっちゃったんで、ちょっと今回撮り直します。あ、なるほど、わかりました。こっち側から、要望で、多分リスナーさん伝わりにくくなっちゃうんで、今回撮り直しなんですけど、今回はね、三重県の最強の心霊スポット、もともとチャン君からね、前のオープニングで言ってもらった、最強の心霊スポットが2カ所ある。ここは外せないということで、もう、なぜか、愛知で撮影してたのに、三重まで飛ばされたよね。そうですね。そうよね。三重まで飛んで、で、そこからですね、撮影してきたんですけど、中川原海岸と旧宗谷トンネル、この2カ所行ってきたんですね。まずはじゃあちょっと映像の方を見てもらいたいということで、今回、その場所の説明については、奥くんが喋ってくれてるんで、まずそちらの方をご覧ください。昔、この中川原海岸は、とある中学校で水泳の授業が実施されました。ところが海に入ってからわずか数分後、女子生徒100名前後の者が、水泳場東北宮付近で一斉に体の自由を失い、溺れるに至った。生徒の他に助教諭も溺れている。溺れた生徒の一部の救いを求める声に驚いた職員や3年生水泳部員に海水浴客が協力して懸命に救助に当たった。結果、49名を引き上げ、7名は生還したが、42名は生き返らなかった。この事件はニュースでたちまち世間に広まり、事件以降、中川原海岸は遊泳禁止になりました。この事件での生存者である7名のうち5名は、このように証言しています。顔の膨れ上がった防災頭巾をかぶった女性を海の中で見た。無数の手に足を引っ張られた。海水浴に来ていた人の中での証言によると、黒い大きな影が集まってきた、など。調べて分かったことですが、昭和20年の7月28日、第二次世界大戦で中川原海岸では250名以上の死者が出たとのこと。その際、火葬しきれない遺体は全てこの海岸に埋められたそうです。それと、この事件の日も7月28日。実際に証言にあった顔の膨れ上がった防災頭巾をかぶった女性というのは、戦時中に亡くなった人の幽霊ではないかと多く噂されています。心霊に非常に近いものがあるのか、それともただの水難事故だったのか。いやもうマジでちょっと本当に心霊なのかっていうか、もう本当幽霊の存在というか幽霊の被害っていうような、実例としてもう新聞に載るぐらいのレベルの話が実際にあったんだなって思うと、そこに行くのめちゃくちゃ怖かった。いや本当に信憑性が非常に高い霊障というか、でも実際ここに行ってどういう風な映像が撮れたのかっていうのは皆さん多分ね、興味津々だと思うんでご覧ください。はい、それでは現地付近到着しました。今回海ということでおそらく風がめちゃくちゃに強いと思われるので、音声が聞き取りづらかったりしたら申し訳ございません。海の撮影っていうのはもう正直俺の撮影の中でも初めてなんですけど、こちらでは第二次世界大戦中約250名近くの人々がこちらで命を失った。でその後海岸で水泳の教室を行っていた女子中学生36名がたった1回の授業で命を落とし、生き残ったのはたった9人と
言われている海岸となります。それだったら話にもある通り、日本で起きた最大の水難事故としての処理、そういった感じになると思うんですけど、その生存者のほとんどが自分の周りの人間が防空頭巾をかぶった人間が自分たちの同級生を海の中に引きずり込んでいった、そういう話になっておりますので、実際に幽霊がいるいない、そういう話においては目撃証言としてはかなり信憑性が高いものになっているのではないかなと思います。ただ周りはこのように光があって、こっち側はないか、町はすぐ近くにあるんですよ。なのでそういったところを考えると、やはりその幽霊が出る出ないっていうのが、人気があるないっていうのは関係ないのかなと、そういうふうに思います。風めっちゃ強いな。そしてこの場所を今回調査するにあたってネットを調べたところ、心霊写真らしきものがなんか海の上光ってね、見える？これ映らないか。消えた？あるある。もうこの直線上ですね。今回この心霊写真が撮れるのかどうかっていうのも合わせて調査してきた。ヤンキーもいるっぽいな。うわなんかでもこれといってその怖い印象は受けないんですけど、その事故の後こんだけ広い海岸なんですが、事故が多発してしまうため、もうこちらの海岸では遊泳が禁止されている、そういうふうに言われています。落ちているものとかは当然海なので、貝殻、流木、そういったものしか落ちてないんですけど、そうだな、あまりなんかこれといってカニの量がすごいな。これといってなんか目につくものっていうのはないですね。あそこなんか浮いてるな。ゴミか。でも今僕が感じるように、ただの海岸を歩いてる感覚っていうのは、おそらく一般の人でもそういう風に思ってしまうと思うんですけど、空襲での被害、そしてその後に起きた海難事故については本当に史実上に残っている事実なので、そういうことを考えるとここに何かがいる、そういう風に考えていくのが妥当なのかもしれないですね。もう今かなり最初の位置から進んできてみたんですけど、ここら辺からね、なんかね、海の感じがめちゃくちゃに変わってきた。左側まであった砂浜がだんだんとこの狭くなってきて、この砂の部分っていう角度っていうのはかなり急になってきました。実際にその空襲があった場所、そして海難事故が起きた場所っていうのはおそらく後ろだとは思うんですよ。1メートルの浅瀬ぐらいの場所で36名が溺れたっていうことなので、この傾斜ではないはずなんだよね。だけど
なんかわかる？この辺がすごく気持ち悪い。そんな気がします。あれは流木だもんね。どうしよう、ここで一回写真撮ってみようかな。今見てみたんですけど、何かが映ってる感じは全くしない。あれ、最初に見た光が消えてる。まあでもあれはさすがに船だと思うんだよな。なんでこういう感じでその危機感がないんだろうって思ったんだけど、やっぱりこの波の音っていうのがどうしてもその周りの環境音っていうものを殺すせいか、すごくその恐怖感っていうのは薄く感じてしまうな。ハートの風船か。マジで何も起きないんだよね。ちょっとね、リスナーさんを多分5分近く騙したことになるんだけど、騙すってちょっとおかしいけどね。騙してるわけじゃない。本当に調査には行ってるから、ここら辺に俺、海岸を1時間半ぐらいこうやって歩いてたからね、ずっと。ただ本当に何も起きなかったんだけど、何も起きなすぎて怖いってとこも実際にあったのよ。俺途中で歩いててふと思ったわけよ。これ泳いでもいけるな。遊泳禁止って書いてなかったらワンチャン泳いでたかもしれない。っていうぐらい何も起きない。って考えると、俺引き込まれてる可能性あんのかなみたいな。なんか安全ですよ、遊んでいいですよ、みたいな。ああ、何も起きないから。そう。でも、よくよく考えてみると、毎年人がそこで死んでるわけじゃん。戦争があったからとか、大きな事件があったから遊泳禁止になったんじゃなくて、継続的に人が亡くなるから遊泳禁止になったわけじゃないですか。だから、あそこに行った時に、別になんかその恐怖感みたいなのを、もし幽霊がいたとしたらね、巧妙な幽霊だったらそうするかなってちょっと考えたりもした。確かに。いや、そういうのが実際にあるのかどうかっていうのは俺分かんないから、ちょっとコメント欄で教えていただければなと思うんですけれども、でね、もう2部作になった理由がこの後のソーダニトンネルなんだよね。今から約50年以上前の1971年10月25日、津市で特急列車同士がトンネル内で正面衝突し、25人が死亡、288人が負傷した近鉄大阪線列車衝突という事故が起きた。これは旧青山トンネル内で名古屋行き特急列車が自動列車停止装置の異常動作で一旦停止。当時運転士は ATS を解除しようとしたがブレーキが完解できず、停止地点は下り33%ミルの急勾配であったため、やむを得ず車輪に手羽止めを挟み、各車両の供給コックをカットし、ブレーキシリンダーのエアを全部抜くという非常措置を行った。これは制動不寛解故障の際の基本手順通りであった。しかし列車停止を聞いて東青山駅から駆けつけた同駅助役が運転士との何らかのやり取りの後に手羽止めを外してしまい、運転士は供給コックをカットしたまま運転室に戻ってブレーキを挽回した。その結果114列車は走り出したが、ブレーキが効かない状態で連続33%ミルの下り勾配を暴走し始めたという。暴走する名古屋行き特急は東青山駅から榊原温泉口駅間の信号上の安全側線を突き抜けて脱線し、ソーダニトンネルに突っ込み停止。対向列車の難波京都行き特急はブレーキが間に合わず、午後3時58分頃トンネル内で正面衝突した。山あいで起きた事故だったため通報が遅れ、被害が拡大したという。助役が死亡したため、事故後の調査では運転士が供給コックをカットしたまま運転室に戻った理由や、手羽止めを外す際の
運転手と助役の連絡状況などは明確には解明できなかったが、1973年6月に津地方裁判所で行われた裁判で、弁護側の主張はほとんど採用されず、同地裁は名古屋行き特急の運転手に禁錮10ヶ月、執行猶予2年を宣告。一審で確定し、懲戒解雇処分となったという。実際に歯止めを外したのは助役なのだが、なぜ生き残った運転手側の弁護士の主張は採用されず、このような処分になったのか。当時の運転手は助役に濡れ衣を着せたとでも言うのだろうか。はい。今、旧宗谷トンネル手前の四季の里、そして青山駅に到着しました。なんか人の声しない？止まった。鳥か？この先に進んでいくと旧宗谷トンネルっていうのが存在するらしいんですけど、まずは今回情報になってびっくりした。びっくりした。何の音？まだちょっと時間が今日はちょっと早いので、電車が来るってことか。マジでびっくりした。まあでもこれはね、今使われてる新トンネルの方に入っていく電車なので、まあ今はそういう事故が起きてないっていうことは、そっちの方に何かあるとかそういうことではないと思います。趣味悪すぎでしょ。まあ一応ここの公園で言われてるのが、旧宗谷トンネルに行く前にこの上になんかローラー滑り台があるらしいんですよ。その付近でローラー滑り台を夜滑ると誰かが自分を見ているっていう噂があることから、今回はちょっとまずはそちらのローラー滑り台を見てから行きたいと思います。怖いわ、こういう隙間のある。もうちょい行ったのかな。なんか後ろにはなんか文明があるのに、こっち側にはさ、なんだと聞こえた今。ガンと音したけど。その呪われるとかそういったトリガーを僕は踏んでないと思うので、あれはきっとそういうやつじゃないと思いながら進んでいきましょう。でももう本当に真っ暗だな。ライトなかったら何も見えないです。水のチャポチャポは鯉がたくさんいたんで、そっち系の音。珍しいね、今時公園に灰皿が設置してあるさ。あれは何？ここはもともと廃校が通ってて、ここにかつてその事件が起こった近鉄線が通ってと言われています。何だと？聞こえる？わさわさ言ってる。多分距離感的にあの木のあたり。動物であってくれよ。 ABC 国際環境造形コンクール金賞。全く関係ないですね。うわ、なんかいたらいたでうるさかったけどさ、こうやっていなくなるとす
ごい心細くなるわ。あー、電車の音が遠くなっていくのめちゃくちゃ嫌だ。あ、やばい。わかる。恋だよね。映ってるかわかんないけど、すっげえ鳥肌立ってたのよ。この高さに行った時に。まあでも、まあ当然ここで起きた凄惨な事故っていうのは、今の聞こえたよね。誰か泣いてる？ほら。足音する。あ、ここ怖いわ。ぶっちゃけ楽勝だと思ってたけど。ほら、足音こっちからも。ちょっと待って。あれローラー滑り台？無理やよ、長えよ。めっちゃ足音するやん。足音もするし、あそこまで結構あるよ。こっちでもなったしさ。こん中なんかいる？お母さんって言わなかった今。ほら。なんかいんの？何にもいない。もう嫌な感じしてきたって。どうしよう。これど真ん中歩いていくのか。ルート通り行くか。まあ、一応道はありそうだから、左から行ってみるか。なんかさっきからずっと音が聞こえるんだけど、控えめだよね。パサッ、サクッと、タッタッタみたいな。これ何？火気厳禁。あ、そういうやつか。マッチを模した火気厳禁の看板みたいなもんだな。こっち側はおそらく売店、食堂なのか。こんだけ整備されてるから、きっと昼間はピクニックとか、そこら辺で賑わってるんだろうね。ローラー滑り台も、こっち側の木とか周りを見ると古いんですが、まあ色は塗り替えられたのかな。比較的綺麗に見える。いつ建てられたものなんだろう。登ってみよう。思ったより狭いわ。これ滑れるかなこれ。
もっとやばい。止まった。止まるの怖いって。やばい、早い早い早い。やばい。止まるの怖いって。行って早く。いや、ダメだ、もう怖い。何止まるんこれ。頼む、最後まで行って。誰か見てた？やっぱさ、この牛ガエルのうーじゃなくてさ、みたいな、人が泣いてるような声がするんだよね。見とこう、怖い。乗ったよね、今。ちょっとごめんなさい、今一瞬逃げようかと思った。あ、電車来た。電車の音か。反射山の。さあ、今から旧総谷トンネルの方向かっていくんだけど、まあ、せっかくなんでこのちょっと東青山駅もちょっと中見てみますか。めちゃくちゃ電車止まるんだよね。でも人が降りてくるところを見ないわけよ。無人駅だし、ああ、でもまだ券を発売中。今時刻は10時半。最終が23時30分まであるから、ここから乗る人いんの？すごいなんか、この辺を歩いてるとさ、異世界に取り残された気分になるわ。そしてこの横のこの道をずっとまっすぐ歩いていくと、旧総谷トンネルがあるっていう話なんだよね。きっとこの辺なんだろうね。線路が走ってるところって。バチ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 みたいな。あれかな、虫殺す系のやつか。コンビニとかに置いてある、そういう、多いな電車マジで。だいぶ近づいてきたんだろうね。それっぽいものがさ、現れだした。こういうのはもう本当にずっと昔からあったんだろうね。これどこに繋がってんだろう。これ振動でしょ。でこの先にあるわけですよ、トンネルは。これは何？林道か。まあ、これは関係ないでしょ。やっぱりさ、ずっとみたいな鳴き声みたいなのしてる気がするわ。ちょっとこれカメラで確認してみないとわかんないけど、なんか近
遠くないっていうか、この石たちは何？ただあるだけなのかな。何かそういうものに関係するものみたいなのがそろそろ出てきそうではあるけど、いやでもこれはなんか本当に石垣っぽいな。ここの上を通っていたのか、それとも今僕が歩いてるここを通っていたのか。この辺の石垣がかなり古く積まれている感じがするから、今俺が歩いてる、聞こえた今、空気が抜けるような音。もうマジここ。もう全然楽勝なんじゃないかと思ってたけど、だんだんやばい雰囲気になってきた気がする。見えてきた。あ、もう絶対ここだ。俺が歩いてたとこだね、絶対。もうこの感じ。こう掘り込んであった感じ。で、多分この辺を電車が走ってたってことだ。うわ、見えた。あ、でも、立ち入り禁止になっているとは聞いてたけど、もう目の前までも行けないんだ。いや、でも十分雰囲気はすごいね。ただのトンネルじゃないからさ。正面衝突事故。それが本当に起きた場所で、人為的なミスだとは言われていますが、ちょっとその話もしますか。めちゃめちゃラフな格好で来てしまってさ、虫刺されが気になるわ。だいたい30分ぐらいかな。体験ショーやっていきたいと思います。トンネル背にしとか怖いな。なんかすごい咳が出だした。なんだろう。電車か。せっかくなんでトリフィールドこれもオンにしておきましょう。何かが近づいてきたりすればきっとこれでわかるはずです。なんかね、草が生い茂っててちょっと映りにくいんですけど、音でじゃあ話します。なんだろう、本当にすごい咳が出る。見えないけど埃っぽいのか。だけどなんかたまに音が鳴る以外に、待って、ちょっと待って、見える。信号が赤になった。今なったよ、本当に。なんか詰まったのかな、マジで。こちらの方で起きた近鉄線の事故なんですけど、結局は上り坂になってるんですけど、上り坂の先で、車掌がブレーキの故障があって、それのチェックをしていた。手はず通りにチェックをして、
手はず通りの処置をした。だけどその助手が輪止めを外してしまって、そこからトラブルが起き、勝手に走り出してしまって正面衝突を起こす結果となったんですけど、その助手が死んでるんですよね。逆走してきた車掌さんが亡くなって、上にいた助手は亡くなってるんです。そのネットに書いてあるとか、公式な文章、ウィキとかにも書いてあるんですけど、その文章を読む限り、その車掌さんっていうのは悪いことをしてないじゃないですか。機械のトラブルがあって、それの対応をし、間違っていなかった。それを全てチェックを終えて、さあ、じゃあ普通に戻そうっていう時に車輪止めみたいなのをつけていたらしいんですけど、それを助手が外してしまったことによって、電車が滑り降りてしまったっていう結果だったと思うんですよ。電車のことについては僕詳しくないので分かんないですけど、簡単に言うとそんな感じだったんですね。で、その助手が亡くなったんですよ。ただ、その後の裁判で、運転手が有罪になってるんですよね。なぜか。そして、懲戒免職になってるんですよ。なんか、変な感じしません？座る？電車来たか。え？来てない。わかる？こっちからなんかトリフィールドみたいな音鳴ってんだよね。さっきの感覚としては、こっち側からなんか電車が来るような音がして、赤なのに通るのかなって、ちょっと思ったのに、来なかった。何この穴。草が深い。うわ、結構古いぞ、これ。なんだろう。何これ本当に。聞こえた？パキッて踏みしめるような音がした。緊張感すごいわ。これ本当に何なんだろう。水が溜まってるわけではないです。でもあそこなんか水が溜まるような感じになってるね。もともとは池だったのかな。こっちで鳴ってるこの音も何なの？気持ち悪いんだよね。これでびっくりした。30分経ちました。ちょっと待って。ちょっと延長。気になるから。漏電してる？シーッつってない？これスピーカーから鳴ってるね。すごい不快な音がする。ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと長かったと思うんですけれども、相談トンネルね、今回これで終わりっていうふうに思ったんですよ。はい。で、相談トンネルのその話ってさ、車掌がいて、はい車掌じゃ運転手ね、はい運転手がいて、助手がいて、で、ぶつかった運転手がいて、で、亡くなったのが助手とぶつかってしまった、逆から気づかないで来てしまった運転手が亡くなったわけで、はい。で、残されたこの車掌が、
結局罪に問われた。で、処置としては適切だってウィキに書いてあるじゃないですか。なのに有罪になって懲戒免職になった。いろんな考えが湧いたのよ。はい。まあ、助手のせいにしようとしたのかな、僕は悪くないって言ったのかとか、それとも何かしら不思議な力によってやられてしまったのかとか、ちょっと興味が湧くじゃない。で、気になってずっと調べてたのよ。はい。そしたら、まあ、話にもあった通り、東青山駅からスタートして総谷トンネルっていう話だったじゃないですか。で、俺が言ってたその青山駅の近くに東青山駅っていうのがあるんですよ。はいはいはい。でもね、そこからスタートしたわけじゃないの。なんでこの平坦なところにあるんだろうと思って調べたら、山の上に旧東青山トンネルってあるの。で、旧東青山駅があるの。はい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 。で、総谷トンネルは、駅の近くにあるから閉鎖されて入れないじゃないですか。はい。青山駅は、登山道の方から行ったら、立ち入り禁止されてないんですよ。はいはいはそこに行くことにしました。い。なるほど。そこがね、とんでもなく、もう俺、今まで行った中で、一番怖かった。マジっすか。マジで。ちょっと楽しくなっちゃったけど、そうっすねまあ今回のポイントはい。なんですけど、まあ今回の恐怖レベルは、ぶっちゃけ2.5。まあ白子なんですけど、次はね、怖いよ。マジで。楽しみですね。ちょっとね、チャン君も一緒に編集データ今からこれ扱うからちょっと一緒に見てちょっとみる。見ますか。はい。すごい。だって結局その総谷トンネルの事故のスタート地点に行くわけですよ。そこでミスが起きて電車が滑り出した場所みたいな。はいはいはい。やばい。もう楽しみでしかないっす。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。